2020年5月16日から31日までのサソリ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。5月16日から31日までのサソリ座さんのリーディングを行います。まずこちらにペンタクルの5が出てるんですが、いわゆる貧乏カードと呼ばれているカードで、借金に苦しむとか、あとは重労働なのに、それに値する対価をもらえていないとか、あとはお金が原因でプライベートがうまくいっていない。この孤独な人が描かれてますけれども、こういう孤独な状況になってしまったりとか、あとは健康を害してしまったりとか、そういうお金が原因でどん底にいるような状態。それで今回言われているのは、そういう何かしらの底にいるような状態の方がいらっしゃいましたら、そこから抜け出すために経済状況を立て直すきっかけを得るっていうふうに言われていると思います。前回のリーディングでも申し上げたんですけれども、本当に複数トラブルを抱えていた方がいらっしゃるのかなっていう感じですね。それで今回強く出ているのは、この経済的な面ですね。こちらにワンドのキングとペンタクルのナイト、そしてお稲荷様のカードが出ております。その場しのぎのお金ではなくって、人生を立て直すための経済基盤を作っていくっていう感じなんですね。この世に生きていると、このお金って切り離せないですよね。そのお金の使い方もそうなんですけれども、お金の稼ぎ方ですね。そこが根本的に変わっていくっていう人がいるんじゃないかなと思います。ここで鍵加えていますけれども、この鍵を受け取るっていう感じなんですね。その鍵の一つというのは、こちらにマシュー・アーノルドの言葉が書かれてますけれども、直訳いたしますと、自分自身であると決心する。そして彼は自分を見つけ、自分の悲惨な人生を失うことを知るという言葉です。この鍵の一つは、まさにこの自分自身ですね。自分自身であると決心する。何かこの不幸の原因っていうのが、他人と比較してばっかりいたっていう方もいらっしゃるのかなっていう感じですね。自分の人生を歩んでいなかったとか、誰かのための人生を生きていたとか、自分自身が何をやりたいのか全くわかんなかったとか、でもその鍵が見つかるタイミングになる方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。このものすごい目開いてますよね。でもこのカード目が伏し目がちになってますよね。見えてないんですね。でも目が開かれるワンドのキングが出てますけれども、夢を実現していくっていう風に言われてます。
ですので、この鍵は、その実現するための鍵でもあると思うんですね。こういうことって頭の中で描いていても、なかなか現実に落ちてこないと、それを実現するきっかけっていうものが得られない。こちらに女神スリス様の流れというカードがありますけれども、それは時代の流れでもあったりとか、あとは物事のサイクルの流れでもあるんですね。そして、この時は始まるサイクルなんですね。この始まるサイクルを逃すと、次の始まるサイクルまで待たなきゃいけない。そういうきっかけに気づくとか、あと、このペンタクルのナイトが出てますので、長期スパンで取り組むようなことっていうもののきっかけに気づく、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ですので、この時期とても大きなタイミングになると思います。特に何かビジネスを始めたい方、お稲荷様は商売の神様ですよね。ですので、この夢というものが何かビジネスを始めたいと思っていた方、しかもそれがその場しのぎのお金稼ぎではなくって、そのご自身の夢を実現していくような、ご自身の人生を作っていくような、そういうビジネスだった場合は、ここがスタートのチャンスだと思います。そしてそれが、この物事のサイクルの流れとともに、時代の流れにも乗っていくと、成功していくと思うんですね。それは、この新しいサイクルっていう鍵に気づくだけじゃなくって、次のサイクルも見通す、この目ですね。それを持つっていうことも言われているのかなと思います。それはビジネスを始めるっていうことでもあるんですけれども、もしくは投資を始めるっていうことでもあるのかなと思います。堅実な資産運用ができるっていうカードが出てますので、ですので、そういうことを取り組んでいくっていうのにもとても良い時期ですね。でもそれは過去の苦い経験っていうものからきちんと反省を学んでいないとダメなんですね。そういうことも言われているのかなと思います。あとこれは健康面でも言えるかなと思うんですけれども、その場しのぎの健康法ではなくって、もっと長期的に自分の体を見ていたわってあげてくださいって言われてますね。この水のエネルギーですので、例えば、この絵では、この絵のタイトル、アブさんなんですね。乳白色でとても可愛い綺麗なお酒なんですけれども、強いお酒の代名詞のようなお酒ですので、何かこのお酒の飲み過ぎ注意って言われているかなっていう感じもするので、もし自覚がある方いらっしゃいましたら、この時期だけでもいいですので、この視界をクリアにするためにも、思考をクリアにするためにも、お酒を断っていただきたいなと思います。そしてこの水のエネルギーですので、そのお酒とか、あとカフェインも中毒になりがちなので、そういった中毒性のある飲料をやめて、この時期だけでもいいので、お水に切り替えていただきたいなと思います。それだけで健康面が改善されてくると思いますし、このお水を意識して飲むっていうのは、中長期的なこの健康、体づくりのためにもとても良いことですし、あと経済的でもありますので、ぜひ行ってみてください。あと、この水のエネルギーによる浄化っていうのは、お風呂とか、あと手洗いとか、シャワーとかもそうなんですね。ですので、この時期は意識して手洗いは最近の風潮で意識して行っている方多くいらっしゃると思うんですけれども、お風呂とかシャワーも毎日のことなんですけれども、例えばシャワーの水圧を少し高めるだけでも、滝行のようにオーラをきれいにしてくれるんですね。ですので、そういう意識して水で自分を浄化するっていうことをされてみたらいいんじゃないかなと思います。ご覧いただいている方の中では、
主婦の方だったりとか、あと学生の方だったりとか、そういうビジネスに関係がないとか、あと仕事をするつもりがないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もしこういう底の状態にいるような方がいらっしゃいましたら、自分を活かせるビジネスについて考えてみるっていうのが、あなたがこの底から脱するきっかけになるっていうふうに言われていると思うんですね。それはあなたをどうやって生かすのかっていうことの気づきにもつながってくるっていうふうにも言われていますし、今は0円で始められるビジネスっていうのもとても多いので、そういう副業とか内職とか、そういったものでできることってたくさんあるんですね。日々のお小遣い稼ぎになるようなこと。それが膨らんでビジネスになっていくっていうふうにも言われてるかなと思いますので、それがあなたの自分自身の気づきにもなるし、あと、そういうお小遣い稼ぎとか自分探しで始めたことっていうのが、大きなビジネスにつながっていくっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひこの自分を活かせる仕事って何だろうっていうふうに考えてみてください。この時期、目が開かれているので、今まで思いつかなかったことが思いつくっていうような方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういうサイクルなんですね。そういう流れ。そういうあなたの人生のそういう流れになっているっていうのもありますし、あと時代の流れっていうのも、これが組み合わさってるんじゃないかなと思いますので、それがあなたの人生を変えるかもしれませんので、ぜひ行ってみてください。考えるだけはただですので、はい、ぜひ行ってみてください。そして、こちらにユニコーンのカードでリラックスしてください。心配ないですよっていうカードが出ております。ですので、本当にお辛い状態の方が多くいらっしゃるのかなっていう感じですね。でもこのユニコーンもリラックスしながらきちんと目は開かれてますよね。もうすぐ終わりますよって言われています。これは5月上旬からというか、4月から続いているエネルギーだと思うんですけれども、複数トラブルを抱えていた方がいるようですので、この数ヶ月かけて新しいサイクルが回っていって、それにあなたが気づいていくっていうタイミングがこの5月のタイミングなんじゃないかなと思います。そして、ここから目覚めて目を開かなきゃっていう風に覚醒していくような感じですね。それは何に覚醒するかっていうと、自分で自分の人生を歩むっていうことに気づく、決意するっていう時になるんじゃないかなと思います。ぜひこの水で浄化して、常にご自身の目を開いて、クリアな思考で正しい判断をしていただきたいなと思いました。それでは5月16日から31日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。